だから生態師を、探しにしたり人探しにしたりって、そういうことは2の問題3の問題であってね、思いの世界をもっともっと清めてきれいな心にしてからでなければ本当の仕事はできないんですね。そのきれいな仕事にする第一段階としてね、世界平和の祈りがね、みんながして清めていくわけです。それで第一段階に加えて、ね、宇宙科学が出てきているわけですね。それで宇宙科学の本当に行われた世界になると、今度はもう政治やなんか全部変わってやる。まるで違ってくるんですよ。宇宙科学が全部現れるとね、今までの地球の考え方がもう根底から変わります。ものの見事に変わる。だから私は言うでしょう。超現実的なことがある。超ぐらいじゃないんです。超もっと言ってようか。まあ意外と同じだけども、ものすごいもう今の人間の頭で考えられないね、ものすごいもうそうしたね世界ができるんですよ。必ずできる。私は断言する見てるんだから、ちゃんとの世界をね、私たちはもう出来上がった世界を見てるんです。地球世界が平和になった世界を見てるんです、ね、そういう世界ができるんですよ。ただ時間がねあるんです。時間がね、超現実。現実ばかりしてるでしょ。だから私言うじゃないですか、ちょっとぐらい偉い人があるって、あっちに偉い人があった、こっちに偉い人があった。そんなちょっとぐらいの偉いヘボチョね、そんなんじゃダメだってね。ちょっとぐらいあっち偉い、こっちぐらい偉い、そんなんで世界が救えるもんか。偉さなんてのは偉さが違うんですよ。ね、普通偉いとかね、誰が偉い、これが偉いって、そんな偉さじゃなくても、偉さが全然違った偉さのね、人たちがでしょ、宇宙人なんですよ。ね、標人だってそうよ。標人だって皆さんの肉体の中の偉いなんていう人にも標人っていうのはそれと偉いんだから、それは私たちがこうやっててよくわかる。偉いんですから。もう肉体の人間の偉さなんていうのはね、肉体をまとってますでしょ。だから偉いって言ったって高橋入れてるんですよね。高橋、まあ今出た人で A さんのお釈迦様でもね、要するに、なんて言います、領海なんかでも偉い、白銀でも偉い、もう白銀なんかでも偉いでしょ。そのとここうご覧いただけでもね、偉いなと思う。領海見ても偉いなと思うね。まあ白銀だとか領海は自分でやった感じがするからね、自分のものがそのまま出て偉いなって。それからイエスさんなんかやらされた感じがしますよね。天使としても初めから降りてきて神の御心のままざーっと行ったっていう偉さでしょ。仏教の人とね、キリスト教の人と違うんですね、感じが。イエスさんは初めて、イエスさんは天の使いとしてきて、で神の御心のままざーっと動かされて、自分が嫌でもどうでも動かされてね、それで8になったっていうような感じでしょ。動かされた感じね。そこにまあ8の罪っていう、本当は8になってないんだけどもね、まあそういうことになってますね。それとお釈迦様の方のね、よし系と仏教の方はみんな自分が悟って、自分がちゃんと自覚して行いをしてるって感じね。龍寛さんなんかもそうに自覚して行いを、白衣の中で自覚してそのまま悟ってるって感じだから、2種類あるんですよ。もう神の御心のまま守護人だね。要するに守護人にそのまま動かされてね、そのまま動かされてずーっと素直にずーっとやってる先生の人と、それから自分の中に五目さがたくさんある、五目さがたくさん否定的で否定的、ものを考えないにはいられない性質だけれども、考え決めてね、やっぱり一つ一つになんなきゃダメだな、こうしなきゃダメだってはっきり分かって、それで自分が自覚して、それで悟って、要するに悟りですね、自覚してやっていくと2つあるんです。イエスさんの側はやらされた側はね、イエスだとかエレミアだとかね、ヨハネだとかってみんなやらされた側ですよ。お釈迦さんの系統はやらされた側じゃないのね。仏教は自分で自覚してやっていく形だから2つあるんです、ね、この二聖者は実に違ってます。イエスと魚は全然違いますよ、やり方ね。自分で片っ端悟って片っ端ずっと素直に入って素直にやってきた、素直にやらされてる正側がある。私なんかどっちかって私は両方混ざってる。自分で考えて反省考えていくこととやらされる側が両方あって、初めの全般はね、20代ね、30何年ぐらいまで自分で考えてはやって、自分でこれはいい悪いっても本当に頭に神経質な顔してました。とても神経質だし、で自分で自分が行わなきゃダメだってんでそれをやったわけですよね。ところが自分を投げ出してからっていうのはずっとやらされた形だ。それが合致してきちゃったね。そういう形になってるんですね。だからイエス様もお釈迦様もこうしてるわけなんで、同じことにみんな一緒になっちゃったわけね。老子さんなんて初めから霊人だから霊そのものだからね、これはもう言う限界ですよ。言葉に言えないです。ものすごくてものすごすぎてね。それからこの世の中にはね、話は違うけども仙人みたいなのたくさんいるんですよ。皆さんは知らないけどね、肉体でもね、霊体そのものでもないっていうね、そういう艦隊になってね、いつでもたっとしてる人がいるんですよ。ね、日本には随分います。もう山の中に神仙ってね、神の仙人よ、そういう人は随分いるんですよ。
そういう人たちはまあ縁の行者を先頭としてね、縁の行者は当たりの守護人だからね、知らないね。だから、それのもう、お弟子たちがたくさんいます。年中来ますよ。ね、私なんか年中来る。ね、皆さんのところ年中来てるけど皆さんには見えないだけ。そういう肉体でもない。ね、霊体そのままではない。なんか習慣体ってね、いつでも姿を現せる人がいるんですね。というわけで、それはどういうことかというと自由なんでしょ。波動を自由に変えられるってね。宇宙科学で言えば波動を自由に変えられる。もうね、こう肉体の人間って言うとね、バカみたいよ。本当にもう不自由で肉体に気が向いていてね、肉体だけっていう考えてない。肉体の楽しみ、肉体の世界、肉体ってことばっかり考えてるわけね。それでそれ不自由になってる。ちょっとお腹痛きゃなんかこのなんか塊あれしないか、胸が痛きゃハイビューじゃないか、ね、頭痛きゃずっと当たり前だけどね、これそういうのっていちいちね心配しちゃうね。そんなもの波動なんだからね。波動が汚れたかね、何のが混成したかどっちかなんですよ。だから波動をスッキリさせればいい。波動というのはどうすればいいかというと、心をですね、思いを神様の中に入れれば波動をスッキリしてくれるんですよ。みんな波動のね、波が光の波がそのまま入ってれば丈夫らしい健全なんだけども、光の波の時にね、いろんな思いの波がこうかかるからね。でだからこう頭痛くなったりお腹痛くなったりおかしくなったりするんです。ムカムカすんでもみんなそうです。そしたらどうしたらいいかって言ったら、そのままね、汚れてる、まあ働いてくる汚れたお風呂入ってそのまま使っててこう洗えばいいでしょね。それだからそれと同じように、それと同じことなんですよ。神様って神様の中に入る、平和の海の中に入ってしまう。そうするときれいに洗ってくれて、ちゃんと波動をきれいな元のね、本体の波動に返してくれるわけです。そうすると自分がすっきりして何とも言えない好きと安心で示した感じがするんですよ。それが世界平和の海なんですよ。だから波動をきれいにするってことだけなんです、問題は。それをやるためにいろんな教えがあったんですね。だから一言言えば波動を光の波動にしてればいいんだ。光の波動にするにはどうしたらいいかって言ったら、光の元であるね、神様の中に入っていればいいんだ。神様が入るにはどうしたらいいかって言ったら、四五霊四五時を通して入るのが楽だから、四五霊さん四五霊さん、ね、あるいはご一緒やっていって、それで入ったのが楽だ。ね、その方法はどうしたらいいかって言ったら、世界中で平和でありますようにという神様の御心をそのままいつもいつも日常茶飯事に唱えていれば、そしたらいつの間にか思いがね、光の中入ってるんだ。こういうふうに教えるわけね。こんな優しい楽な教えないと、それはなぜかと私が自分で体験したからだとありますね。本当にこの世界の肉体の世界を見てるとね、汚れて、まあ年中で争った中して見えるでしょう。ところが一歩ちょっと上行くとね、綺麗な世界なんですよ。ね、いや一歩ちょっと上行くっていうのは波動を微妙にすればね、自分の心の波動を微妙にすればね、皆さんが統一して見てるような世界がね、あるわけです。ちょっと微妙にしない。ちょっと微妙にしない。皆さんなんか相当できてんだからね、統一でこうやっている時じゃなくて、普段の場合もちょっと微妙にすればいい。ちょっと微妙にすればどうしたらいいかって言ったら、神様ありがとうございます。感謝するから、みんなありがたいな、万物がありがたいなっていう、そういう思いね。全てに感謝する思いが微妙な波動なんですよ。ね。簡単な言葉が感謝ってことは微妙な波動になるんですよ。わかりますね。そうすると、光一元になってくる。それを続けなきゃなんですよね。もう、習慣なんだからね。習慣なんだから、習慣でもっていつも高いところにいる習慣をつけなきゃ。いつも低いところにいる習慣をつけちゃいけない。いつも高いところにいる習慣が祈りなんですよ。だから祈り一年の生活をしましょうと。祈りも世界平和の祈りが一番幅も広いし深いし一番いいんだと。こうやって教えてるわけですね。そういうわけ